皆さんこんにちは。マリサだぜ。レイムです。今回は偽ウルトラマン第3弾に関して紹介していくぜ。偽ウルトラマン第1弾、第2弾は見てくれたかしら？まだの人はそっちも見てほしいぜ。前回もクオリティ高いやつ多かったけど、今回も期待していいのかしら？期待しても大丈夫だぜ。なら、早く見ていきましょ。楽しみー。早速行くぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。1体目は、テラノイド。ウルトラマンダイナ第49話、最終章1、新たなる影に登場してる人造ウルトラマンだぜ。ウルトラマンをとうとう人間が作ってしまうのね。このテラノイドは、ゴンドウ参謀の主導のもと、火星基地にて秘密裏に進んでいた S 計画で生み出された人類最強の防衛兵器なんだぜ。S 計画？確かに気になるよな。この S 計画の始まりは、ダイナより前のウルトラマン家が、ザ・ファイナルオデッセイにおいて、光の巨人の謎を解明し、ウルトラマンを防衛兵器として未知なる敵に備えることが必要だと、当時計画が始動したんだぜ。ウルトラマンを防衛兵器？だが、その当時も調査隊が一人を除いて全滅したため、計画は失敗に終わり、計画そのものが危険であるとして永久凍結されたんだぜ。それから8年後に計画が再始動したってことね。テラノイドは、これまで回収した古代の巨人像の破片を元に建造された石像に、アスカの光エネルギーを光エネルギー照射装置で照射して完成したんだぜ。実際テラノイドはどうなの？外見はダイナに似ていて、カラーリングもストロングタイプを彷彿とさせるんだぜ。実際スーツはストロングタイプの改造だったかしら？そうだな。能力もウルトラマンダイナと同等の能力を持つとされていて、劇中じゃソルジェント光線とビームスライサーを使用し、前者は構えが少々ダイナのものとは異なるんだぜ。人間と一体化していないから心を持ってないし、動きも鈍って機械的ね。火星基地を襲撃したスピアを迎え撃つべく出撃し、最初は圧倒的な力を見せつけるんだが、ソルジェント光線を連発しすぎたせいで、あっという間にエネルギー切れになり、その隙に反撃を受けてしまい、倒れたところをスピアに体を乗っ取られゼルガノイドとなってしまったんだぜ。人間が作ったものが敵に乗っ取られてしまうパターンね。ゼルガノイドに関しては、また別の機会に紹介しようと思うぜ。その日まで楽しみにしておくわ。2体目は、幻影ウルトラマンアブル。ウルトラマンガイア第37話、悪夢の第4楽章に登場してる偽ウルトラマンだぜ。前回偽ウルトラマンアブルは出たけどそれとは違うの？それとは別物だぜ。この幻影アブル自体はクイーンメガードが超空間の中で誕生させた実体ある幻影だぜ。ってことは、アブルは誕生経緯が違う偽ウルトラマンが2体いるのね。そうだな。クイーンメガード曰く身勝手な人間が発射した地底貫通弾で殺された怪獣たちの怨念の化身なんだぜ。これって、以前に出た妄想セブンと同類のように感じるわね。さらに言えば戦う相手が本物ではなく、その関係者という点まで同じだな。そこまで同じなのね。外見はアブル V1 で、能力と実力ともに本家に劣らずクイーンメガードと共にガイアを苦戦させ追い詰めるんだが、シブファイター SS が超空間に打ち込んだ特殊弾のエネルギーを浴びて消滅するんだぜ。そういえば、ゲームでも見たわね。プレステ2のファイティングエボリューションリバースで登場してたな。そちらは幻影ウルトラマンアブル V2 だな。クイーンメガードじゃなくて、ブルトンが召喚してたわね。そうだな。外見は V2 と同じだが、偽ウルトラマンアブルのように目や光線が紫色になっているんだぜ。こちらはブルトンがガイアの記憶からコピーし、召喚してガイアに襲いかかるんだぜ。ブルトンって本当にできることが豊富ね。3体目は、偽ウルトラマンコスモス。ウルトラマンコスモス第23話、ルナタイルナに登場してるゲルワームがコスモスに化けてるんだぜ。じゃあ、毛虫よね。毛虫嫌いなのよ。毛虫のような、宇宙怪獣だ。ゲルワームは本編で2種類出てきており、青い色の M という個体と、ピンク色の P という個体がいるんだぜ。でもこの毛虫がどうやってコスモスに化けれたの？噛みついた相手の DNA 情報をコピーし、その生物と同じ姿に変身することができるんだ。噛みつけばどの相手の姿にも変身できる能力は魅力的ね。波に悪用する気だ。コピーはできるんだが、長時間変身を維持することはできないのと、声が若干低いことや光線技が使用できなかったり、青い半透明な舌が出ることもあって、これらが本物との明確な差異なんだぜ。本物との区別はつきやすいってことね。また、お互いに終始ルナモードでの対決だったから、フォームチェンジ能力が使えるかは不明なんだぜ。もし使えてたら厄介ね。まあな。
コスモスとの戦いでは、巨大化したゲルワームがコスモスの DNA をコピーし、偽ウルトラマンコスモスに変身して戦ったんだが、フルムーンレッドを出そうとしたら使えず、困惑していたら本物のフルムーンレッドを受けて元のゲルワームの姿に戻され、最後は宇宙に帰ったんだぜ。最後のシーンを見ると、2匹とも可愛いわね。決定版ウルトラマンコスモス使い超逆化によれば、ゲルワームは DNA をコピーした相手の情報を体内に蓄積しているとされるんだぜ。つまり、宇宙のどこかで出会った超強力な宇宙怪獣とかに変身できたってことね。条件が整えばかなり強い怪獣な気がするわね。4体目は、カオスウルトラマン。ウルトラマンコスモス第39話、邪悪の光。第40話、邪悪の巨人。第59話、最大の新役に登場してるんだぜ。コスモスのコロナモードと似てる気がするわね。実際、似てるな。春の武蔵に取り付いたカオスヘッダーが、コスモスの力を分析し、コスモスの姿となり実体化した姿なんだぜ。ってことは、戦闘能力は同じなの？いや、戦闘能力はコスモス以上なんだぜ。エクリプスモードを除くコスモスの全能力を学び取っているからな。これは強敵の予感。必殺技はネイバスター光線のコピー技ダーキングショット、ブレイジングウェーブのコピー技インベーディングウェーブ、プロミネンスボールのコピー技カオスプロミネンスだぜ。どれも強力な技ね。しかし、唯一の欠点が活動時間で、コスモス同様3分間しか戦えない弱点もコピーしてしまっているんだぜ。そこまでコピーしてしまったのね。でも、コスモスと同様の3分なら、コスモスが勝てるんじゃないの？それがな、偽トラマンは大抵初戦で敗れることが多いんだが、このカオスウルトラマンはテレビシリーズでは初めて本物を倒すという快挙を成し遂げたんだぜ。とうとう偽物が本物を超えたのね。さらに、カオスウルトラマンは倒されても何度も復活してはパワーアップし出てくるから、偽トラマンながら複数回登場している本物を苦しめた珍しい存在なんだぜ。偽物が段階を経て強化していくのは私は好きだわ。初戦ではコロナモードのコスモスと互角の戦いを繰り広げ、カオスヘッダーに戻って光線をかわすという意表をついた戦法で勝利したんだぜ。トリッキーな戦い方で勝利したのね。その後は、カグラや諸島の保護された怪獣たちをカオス化させようとしたけど失敗し、カオスネルドラント2と共にコスモスと対決するんだぜ。武蔵を取り込んだから、怪獣は仲間という思いからカオス化しようとしたのね。カオスネルドラント2と共にコスモスを追い詰めるんだが、チームアイズに弱点であるソアップ鉱石から開発されたソアップビームでダメージを受けてしまい、カオス対抗ミサイルでカオスネルドラント2をネルドラント2に戻されるんだぜ。弱点を突かれると厳しいわね。その後は、互角に戦うんだがコスモスがエクリプスモードにチェンジしたことで形勢が逆転。エクリプスブレードで細胞がパニックを起こし、コズミウム光線で分裂飛散したんだぜ。負けちゃったわね。だけど、その後も人工カオスキメラ開発を妨害するために再び出現したんだぜ。諦めずに出てくるわね。この時は3分間しか戦えない弱点を克服しているだけでなく、右腕から放つ光弾ダークブレッドを習得し、エクリプスモードのコスモスとも互角に戦えるほどパワーアップしていたんだぜ。倒されても復活してはパワーアップって、かなりの負けず嫌いね。しかし、一瞬の隙を突かれて倒されたかに見えたが、P87 ポイントのワームホールからカオスヘッダーのエネルギーを受けて、カオスウルトラマンから見てへと進化するんだぜ。進化までしちゃうのね。それにしても、カオスウルトラマンから見てって？次で説明するぜ。5体目は、カオスウルトラマンから見て、ウルトラマンコスモス第59話、最大の新役、第60話、カオス対戦、第62話、地球の悲鳴、第64話、月面の決戦に登場しているんだぜ。さっきから気になってたわ。容姿はエクリプスモードに似ていて、エクリプスモードの能力を学び取ったことで、邪悪で凶悪な力を得ていて、エクリプスモードさえ上回る戦闘力を誇るんだぜ。エクリプスモードを超えるとなるとチート級ね。そうなんだぜ。コスモスに対し強い憎しみを抱いていて、とにかくコスモスを痛めつけるような戦い方が特徴なんだぜ。攻撃方法は？攻撃は破壊光弾ブレイキングスマッシュや、コズミウム光線のコピー技、カラミウムショットや、エクリプスブレードのコピー技、カラミティブレードだぜ。どれもこれもヤバそうな技ね。しかも、フォームもエネルギーの集まり方まで、コスモスとほぼ同じで、コスモスをコスモスの能力で倒すんだぜ。偽物が本物を超える勢いね。どんな活躍をしたの？エクリプスモードの初戦では、コスモスの攻撃は全く当たらないのに、カラミティの攻撃は全て当たるんだ。
さらに、エクリプススパークを素手で弾き返し被弾させる余裕まであるんだぜ。圧倒的ね。コスモスも防戦一方ね。第40話でカオスウルトラマンがエクリプスブレードとコズミウム光線でやられたんだが、カオスウルトラマンカラミティは、カラミティブレードとカラミウムショットでコスモスに完全勝利するんだぜ。自分のやられた時の再現までしたのね。カラミティ登場時のコスモスはビビり具合も激しくて、肌で強さを感じ取っているように構えに余裕がなくて、カラータイマーの点滅と相まって恐怖が感じ取れるシーンなんだぜ。そして、コスモス最大の断末魔の叫びもまた、コスモスの大ダメージを象徴してるんだぜ。カラミティから圧倒的な強者のオーラを感じるわね。カラミティとコスモスの死闘は、何度も繰り返されコスモスは単独で優位に立てたことが一度もなくて、チームアイズや統合防衛軍の援護でなんとか勝ちに持ち込めたほど大苦戦したんだぜ。これは今までの偽トラマンとは一線を画すわね。だよな。カラータイマーも点滅しないことを考えると、もはや上位互換レベルだぜ。確かにね。でもこれ、どうやって倒したの？一度目の戦いは、先ほど話した通り、戦う力をほとんど残していなかったコスモスに一度は勝利したんだが、二度目の戦いでカオスキメラのプロトタイプのカートリッジ弾を撃ち込まれて、苦しんでいる隙にコズミウム光線を受けて倒されたんだぜ。弱点をつけたってわけね。そうなんだ。三度目の戦いもキメラミサイルを撃ち込まれて苦しんでいる隙にコズミウム光線を受け消滅したんだぜ。ウルトラマンと人類が協力してるからなんとかなってる感じね。4度目の月面での決戦では、さらに強くなっていて、エクリプスブレードも素手で防ぎ、バリアーでキメラミサイルを防いで合図の攻撃も気にせずエクリプスモード相手に優勢に戦うんだぜ。強くなり続けるから本当に厄介ね。コスモスの作戦で弱点であるソアップ鉱石のある場所に誘われて形成逆転。ソアップ鉱の光で苦しんでいる隙に、コズミウム光線を受けて倒されたんだぜ。やっとね。だけど、消滅した直後に全カオスヘッダーが一体化し、コスモステレビ本編のラスボスでもあるカオスダークネスが誕生するんだぜ。本当に厄介すぎるでしょ。カオスダークネスは、チート怪獣の第2弾で触れてるからそっちを見てくれ。もうお腹いっぱいだわ。今回は偽ウルトラマン第3弾を紹介したぜ。偽ウルトラマンの中でも、強いものもいたわね。さすがに、あそこまで強いと、偽に入るのかも微妙になってくるよな。確かに。でもやっぱり偽ウルトラマンは面白いわね。似てるけど、やっぱりそれぞれの特徴が出てるもんね。そうだな。これからもウルトラマンについて色々と解説していくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。